こんにちは。そしてアッサラーマライクン。シドニー在住の日本人ムスリマアヤです。この番組イスラムの扉では、改宗ムスリムの私アヤがイスラムの教えやリアルな暮らしをゆるりとお届けします。ぜひ最後まで聞いていってください。今回はハラールについてお話ししたいと思います。ハラールっていう言葉を聞くと、このワードを知っている方はおそらく大体食べ物のルールのことを、思い浮かべるんじゃないかなというふうに思います。なんとなくイスラム教の人っていろいろ制限があるんだろうなとか、大変そうだなとか思っている方多いと思うんですけど、私もムスリムになる前はそんな風に思っていました。でも、学びを進めていくうちに、制限っていう見方ではなくって、むしろ私たちの心だったり体だったり、あとは社会を守ってくれる神様からのむしろギフトみたいなプロテクション、ね、守ってくれるものみたいな、そういう、位置づけに、変わっていきました。今回はいろんな誤解をされているハラールについて、その本当の意味っていうところを、私が学んだことを私の言葉で、お伝えできたらなというふうに思っています。今回はですね、大きく分けて3つのテーマでお話しします。1つが、ハラールの、基本原則について。ハラールというのが実はすごくシンプルで寛容な、ものなんですよっていうことですね。で、次に食べ物のハラールに、示された神様からの、知恵だったり配慮だったりっていうことを、少しお話ししたいと思います。で、最後に実はハラールって食事のことだけじゃないんですよね。なのでそういった、イスラム教徒が、食事以外においても、ハラールを実践しているというか、ガイドラインがあるっていうところの、部分もお話ししたいなというふうに思います。はい、ではそれでは始めていきましょう。まず1つ目ですね。ハラールの基本原則っていうところなんですけど、まずハラールを理解するために最も重要な2つの、言葉があります。で、アラビア語でハラールっていうこととハラームっていうこと、この2つですね。で、ハラールっていうのは許可されたもの、許されたもので、つまり神様が私たちにとって、人間にとって、心にも体にもいいですよっていうふうに認めてくださっているものをハラールというふうに言います。で、ハラームっていうのは、禁止されたものということです。で、ハラームっていうのは神様が私たちに対して人間には害があるから、ダメですよっていうふうに言ってくれているものっていう感じですね。で、ここからが結構私も含めなんですけど、多くの人が、抱くイメージとはすごい逆の、大原則がイスラムにはありまして、イスラムには明確に禁止されたもの以外は基本的に全て許可されているっていう、考え方、原則があります。で、クルアンにもですね、2章29節に、彼アッラーこそは地にある全てのものをあなた方のために作られた方っていうふうに、あります。で、つまりこの世界のほとんどのものは私たちに与えられた恵み、ギフトであって、ハラール、許可されているものなんですね。で、その上で神様は私たちを思って、健康だったり心の健康だったり社会を良くするために、守るために一部のものをハラームっていう風に言って禁止してくださったということです。なんとなくイスラム教徒ってあれもダメこれもダメみたいな、そういう禁止リストがたくさんあるみたいなイメージがあるかと思うんですけど、むしろ本当の意味は逆で、この世の素晴らしいものはほとんど OK ですよ。ただ私たち人間のためを思って、この良くないものっていうのは避けましょうっていうような、そんな感じなんですね。で、この何が良くて何が悪いかっていう基準っていうのは私たちの社会を見てみると、時代によって常に人間の価値観って変わってきていますし、例えば、一部のドラッグが世界の、一部では合法になったとかありますけど、
結局害があるものは害があるっていう事実は変わってないですよね。でそういった変わっていく私たちの、社会の価値観っていうものとは異なって、イスラムはコーラン、クルアーンっていう1400年以上全く一文字も変わっていない、ものがあって、でそこに書かれている体に良くないものですよとか、体や心、社会に良くないものですよっていうのを避けて生活するっていうのが、ハラール、許可された、ものをいただいたりとか、行動したりとかするっていう、そんな生活の仕方と言えるかなというふうに思います。では、次にですね、食事に関するハラールに示された神様の知恵だったり配慮について、少し見ていきましょう。なんで豚肉とかアルコールが明確にハラーム、禁止っていう風にされているのかっていうところなんですけど、私たちがこの、禁止事項を避けて許可されているものだけを食べようっていう風に思うのは、一言で言ってしまえばクラーンにそう書いてあるから、神様がそうおっしゃってくださっているからっていうのが理由ではあるんですけれども、このルールっていうのがですね、単なる禁止っていうような感じじゃなくって、私たちを守ってくれる、神様からの3つの配慮、知恵に基づいているからっていうふうに言っても間違いないんじゃないかなというふうに思います。で、1つ目は私たち自身の体とか心への配慮ですね。クラーン2章168節、人々よ、地上にあるものの中の、良い合法なものを食べて、ハラールなものを食べて、悪魔の歩みに従ってはならないっていうふうにあります。神様は私たちを作ってくださった、存在っていうことなので、何でも作り手って全てを知っていますよね。だから私たちの体、心全てにおいて良いものと害になるものっていうのを誰よりも知ってくださっています。だからハラールを選ぶっていうことは、神様からのそのアドバイスに従って自分自身の心とか体とかを、一番良い状態で大切にするセルフケアとも言えるかなというふうに、ムスリムとしては感じます。で、次に2つ目の配慮なんですけど、動物への配慮っていうのも一つあるかなと思います。イスラムが、教えるハラールな屠殺方法、ザビハっていうんですけど、この、方法にも動物に与える苦痛をできる限り最小限にするっていうようないろんなルールがあって、で、一番私が感動したというか、すごい配慮だなと思ったのが、動物これから屠殺される動物にナイフを見せたり、他の動物が屠殺されていることを見せたりしないっていうような配慮も、指導されています。命をいただくことの感謝とか、動物への慈悲とか、そういったハラールな食生活っていうのは人間中心だけではない、全ての神様が作られたものに対する敬意の実践でもあるのかなというふうに、感じています。で、3つ目が社会全体への配慮っていうところです。で、例えばなんでアルコールが禁止されているのかっていうところなんですけど、すごい面白いことにクラーンではお酒が持つメリットっていうものが、あるというふうに書かれています。クラーン2章219節、それらは大きな罪ではあるが、人間のために多少の益もある。だがその罪は益よりも大である。お酒にも何かしらの良いことがあるというふうにクラーンに実は書いてるんですね。で、ただそれが引き起こしている、実際問題、健康の問題とか依存症の問題とか、アルコールに関する暴力、事故っていう風な感じで、個人もそうですし社会全体にすごく悪影響がありますよね。で、そういったところを合理的に判断して神様がアルコールはダメですよ、避けましょうっていう風に判断してくださっているんだなっていう風に、私は感じています。で、最後のポイント、食以外のハラール、許可されたことについて、最後にお話ししておきたいと思います。この
許可されているハラールっていう考え方は、食べ物だけじゃないというのは最初の方にもお話ししていますけど、もう本当にこのハラール許可されているっていうのは私たちの生き方そのもの、ムスリムの生き方そのものに関わる大きな指針と言ってもいいかなと思います。例えば、ハラールな収入ですね。イスラムっていうのは私たちが豊かになること、お金を稼ぐことを禁止したりはしません。でもその稼ぎ方が真っ当なものかどうか、誰かを傷つけたり搾取していたりとか、そういうものではダメですよっていうふうに、言っています。例えば、有名なところで言うと利子とか、詐欺とかそういったものが禁止されているのは、それが社会の不公平を生み出す原因にもなりますし、争いの原因にもなるっていうことなんですね。なので本当に当たり前のことなんですけど、公正な労働によって得られた、お金、収入こそ神様からの恵みであり祝福があるというふうに、考えられています。で、収入以外なところで言うと、私たちの言葉もハラールな言葉と、ダメな言葉っていうような感じであります。言葉というかその話し方ですかね。預言者ムハンマドの言行録にもあるんですけれども、アッラーと最後の日を信じる者は良いことを語るかさもなくば沈黙すべきであるというものがあります。で、いいことを言えないなら喋るなっていうすごく難しい人間っていうか女性は特にかもしれないんですけど、おしゃべりな生き物なのでなかなか実践がすごい難しいところではあるんですけど、これもすごくベーシックな小学生でも知っていることですけど、嘘とか悪口、陰口っていうものが人間関係とか自分自身をすごい傷つけるものであるっていうのを、神様は当たり前に知っていらっしゃるので、そういうものはダメですよっていうような、教えがあります。で、あとは有名なヒジャブですね。ムスリムの女性が、多くの女性が、髪を隠す布を巻いていると思いますけれども、それも、メディアでは抑圧の対象のように見られますが、私たちにとっては外見の美しさで自分を判断されたくないっていうような意思表示でもあるかなというふうに思っています。この辺はブログやポッドキャストでも別の回で詳しく話しているので、ぜひそちらも、聞いていただけると嬉しいです。ハラールっていうのは私たち、ムスリムのですね人生を、神様がいろいろな害から私たちを守ってくださって、よりよくより健康的に、そして誠実に生きるためのガイドラインみたいなものだと、ムスリムは理解しています。そういうふうにムスリムっていろんなルールがあるって大変そうだなっていうふうに思われるかもしれないんですけど、今日ご説明したように意外とシンプルなんですよね。すごく日本で習う道徳とかそういったところとすごい似通っている部分があるような神様からの、ルールっていう風なものになっています。ハラールなものを選ぶとかハラールな行いをするっていうことは、誰かを否定したりとか何かを強要したりするっていうことは決してありません。ただただ私たちムスリムが自分が信じる、良いことっていうのを、誠実に実践しようっていうふうにしているっていうだけのことかなというふうに思っています。ここまで聞いていただいてありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回の、放送を通して少しでも、ハラールについて、全体像を、掴んでいただけたら嬉しいです。元になった記事が2つブログの方に上がっています。今日お話ししたものはとってもかいつまんだ内容で、詳細については省いちゃっているので、もしもう少し詳しいことを知りたいなっていう方はブログの記事も、読んでいただけると幸いです。で、エピソードの概要欄にもリンクを貼っておきますので、そちらから、アクセスください。よろしければ番組のフォローや、コメント、レビューもお願いできると幸いです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。アッサラームアレイクム。あなたに平安がありますように。